皆さんこんにちは、かなみです。いつも YouTube や Instagram を見ていただきありがとうございます。いいねボタンやコメント、とても励みになっています。今回は扶養の花と女の子の絵を描いたので、その様子を動画にしました。この絵の線画は塗り絵としても販売しているので、興味のある方は動画の概要欄からご確認をお願いいたします。今回使用した紙はファブリアーノのごく細めの 300g F4 号を使用しています。最初の方だけ動画ではアガパンサスの絵と扶養の絵が並んで塗られてるんですけど、これは背景の色を同じにするために並べて一気に塗っているだけで、途中からは右の扶養の絵だけになります。背景を塗るときは大きめのハケで背景の部分をざっくりと濡らしてから色を置いています。濡れている部分に色が広がるので、白く残したい部分と肌はなるべく濡らさないようにしています。今回のように何色か色を置く場合は画面の中で色が混ざるので、混ざった時に嫌な色にならない組み合わせを別の紙で試してから塗るようにしています。ちなみに今回使用した色はホルベインのジョーン・ブリアン1番とシュミンケのイエローオーカー、あとシュミンケのディープシーグリーンという少し彩度の低い青寄りの青緑、この3色で塗っています。今回も肌の色にはダニエル・スミスの絵の具を使っています。プライマリーセットという赤黄青のセットなんですけど、黄色と赤を混ぜてベースを塗ったり、少し青を加えて影の色を作ったり、あと赤を多めにして頬の赤みや唇を塗ったりしています。肌の色の下塗りをしてるんですけど、赤と黄色を混ぜた色でざっくり全体を塗った後に、少し水が髪に吸い込まれて引いてきた段階で首元にフレンチウルトラマリンを入れたり、鼻と口元とほっぺたに赤みを足したりしています。下塗りが完全に乾いたら、立体感を出すための重ね塗りは水筆で行っています。輪郭線に近いところは、パキッと濃いめにその色が終わっているような感じで塗ってるんですけど、肌の途中で色が終わるっていう時には下塗りの色になじませるように塗っています。水筆を使うと最初色を取った時は濃いめの色が出るけど、その後本体のボトルから供給される水が出てくるので、自然にグラデーションになって最後は水だけで色を伸ばすことができるので、重ね塗りでこの立体感を出すっていう作業には水筆はとても便利だと思います。あと水筆を使うときはですね、必ず手元にティッシュを置いて使っています。もう少し色を薄くしたいなっていう時にティッシュをちょっと撫でると筆先の絵の具が落ちて色がすぐ薄くなるので重宝します。
この後はしばらく肌を塗っている動画が続くので、お話しすることがあまりないので、その間に普段使用している筆のことをお話ししようかなと思います。まず水筆はですね、今回は、セリアさんとかキャンドゥさんで100円で売ってる透明のボトルにキャップに水色か、黄緑のラインが入ってるようなやつを使ってるんですけど、他にはステトラさんですとか呉竹さんの中の水筆も使っています。これはもうどれでもいいかなっていう感じで、ただ持ち運びにステトラさんと呉竹さんは軸が短くて筆箱に入りやすいので、外で使うときはそっちが多いかなっていう感じですね。で、テーブルの身近なところに刺してあるのがこの100円のやつなので、今回はこっちを使っています。あとダイソーさんからも水色のやつが出てるんですけど、これはちょっと私が買ったやつが外れだったのかもしれないんですけど、なんだか水が出すぎてるような気がしてちょっと塗りづらかったので、今は使っていません。水筆以外の普通の筆もいくつかご紹介しておきます。今回の絵ではたくさんごちゃごちゃ使ったんですけど、その中でお気に入りの筆を3種類ほどお伝えしておくと、まず太めの筆では、背景を塗ったりお花の下塗りをした時に使っていたのが、ホルベインから出ている SQ ブラックリセーブルという青い軸の1号の筆です。1800円ぐらいでちょっといいお値段なんですけど、水の含みがよくって毛先が細くて使い勝手がいいので気に入ってます。次にですね、中盤によく使ってるのが同じホルベインのブラックリセーブルなんですけど、 700R という赤茶みたいな色で細い軸のシリーズなんですけど、これの2号の小さめの筆が気に入って使ってますね。このシリーズは毛先のまとまりがいいですし、柔らかすぎないので筆先のコントロールがしやすくて、線画からはみ出さずに塗りたいなっていう時にちょうどよくコントロールできて塗りやすいです。ブラックリセーブルの 700R のシリーズは6号の少し大きめの筆も持ってるんですけど、2号、6号、あとさっきの SQ の1号、この3本はかなりの頻度で使ってるんですけど、まだ筆が割れたりとか癖がついたりとかもしてないので、持ちも良さそうなので気に入ってます。最後に終盤の仕上げに使っている細い筆についてなんですけど、アルテージュから出ているキャムロンプロという、筆の0分の10号というやつを使っています。すごく細いのでまつげを描いたり眉毛を描いたりハイライトを瞳に入れたりっていうような細かい部分の仕上げによく使ってます。あとは鉛筆の線画が最後ちょっと薄いかなっていう時に茶色とかで線画をなぞって線画の補強をしたりもしています。立体感をつける層が塗り終わったんですけど、ベースに塗っている色が少し薄かったので、もう一度全体に色を重ねています。
顔のベースがだいたいできたので、細い筆で黒い部分を描いていっています。上まぶたの際と鼻の穴、唇の合わせ目を暗めの色で塗っているのと、輪郭線を少し明るい茶色で強調させています。髪の毛は、ベースの層を塗って、でちょっと薄かったので2層目3層目濃淡をつけながら色を重ねてみて、で最後に細い筆で線を描いて仕上げています。塗り終わったところに、茶色とかピンクとかを使って輪郭線を筆で描いていっています。輪郭線を描くとくっきりして見やすくなるので、最近は気に入ってよくやっています。この後は細かい仕上げの作業をしているだけなので、特に解説はなしにさせていただきます。よかったら最後まで見ていってください。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。